こんにちは、白井塾の白井です。別の動画で余弦定理の証明をしたんですけれども、その時の証明に使った三角形が、鋭角三角形、鋭角3つでできている三角形であったんですけど、その証明方法だと、鈍角の混じった三角形、いわゆる鈍角三角形の時には、証明ができません。結論から言うと、余弦定理というのは、鋭角三角形だろうと鈍角三角形だろうと、直角三角形でも、成り立つわけなんですけれども、前回した証明では鈍角三角形の時の証明が、できてないので、今回はそれをやっていこうと思います。まず準備するのは鈍角三角形1つ、そして同じように、長方形、正方形を3つ書いていきます。そしてその次に、鋭角三角形の時と同じように頂点から垂線を下ろしてそれを延長して一辺 B の正方形を2つの長方形に分割します。その時の、面積を求めるためのここの長さは、この長さが C なんで C コサイン A、こっちが長さ A なのでコサイン C、ここまでは鋭角三角形の時の証明と同じなんですが、次に鋭角三角形の時はこの頂点から垂線を下ろしたんですけども、垂線下ろさないんですね。 B が鈍角なのでどう頑張ってもこの辺に垂線を下ろせない。じゃあどうするかっていうと、この辺を延長して垂線が下ろせるところまで延長してやると、こういうことですね。でなおかつこの垂線も長方形が作れるところまで延長すると、そうすると長方形が1つ2つできます。まずそれぞれの長方形の面積を求めるためにここの長さ、これは簡単ですね。この長さが B と分かっててコサインなので、この直角三角形に注目すると B コサイン A でここの長さが出ます。で、次に知りたいのがここの長さなんですが、ここと一緒ですね。これここが 180-B なんで、それでやってもいいんですけれども、こう考えるのはどうでしょう。この直角三角形をここに書き出しますね。ここの角度が B と。それでこの直角三角形をこう向いてパタンと鏡に映したように、もしくはこう折り返したようにして書き出します。この長さですね。ここの角度が B で、知りたいのはこの長さですよね。こっちの図で言うとここの長さ、こっちの図で言うとここの長さが知りたい。こうなると単位円を思い浮かべられると、答えはも出るんですけど、こうやってここの角度が B で垂線を下ろしてここの長さが知りたい。ここの長さに、単位円の場合は1ですけど、ここの長さにコサイン B をかければここの座標が出る。注意しなきゃいけないのは、これは長さじゃなくて座標が出てくるので、ここのコサイン B の値はマイナスになるんですね。ここの長さっていうのはここの長さなんで、それはここの長さっていうのは A。ここは A コサイン B なんですけども、長さなんで、長さがマイナスになってのはまずいんで、マイナスをつけます。コサイン B がマイナスなので、A かけるコサイン B のマイナスが、プラスの値になると。なので、ここがマイナス、コサイン B と。で次はですね、もうここが
いらなくてですね、この一辺 A の正方形も長方形2つにしてやりたいと。なので今度はこの辺を延長していって水線を下ろせるようにした。でその水線をさらに伸ばして長方形を作ったと。すぐいけないか。でこの長方形もそれぞれ、長さを求めてやると。この長さですね。この一番長いこっからここまでの長さ、こっからここまで、これはこの直角三角形で見るとここの角度が C でこの長さが B なので、B コサイン C となります。で、どこ見やすいか。今度はここの長さですけども、これも、B が90より大きいんで見にくいかもしれませんが、さっきこのマイナス A コサイン B を出した時と同じような感じですね。こっから B だけ進んで、ここが直角なんで、この長さは C かける、コサイン B の絶対値ですね。でコサイン B はマイナスなので C かけるコサイン B 図がちょっと見にくくなってるんですけど、これで必要な長方形、必要な長さは全て出ました。ここで面積比較をするんですけれども、この長さ A コサイン C なので、この長方形は BA コサイン C ですね。そしてこの大きな長方形、はみ出してる長方形、ここは長さが、ここが A でここが B コサイン C なので、AB コサイン C になります。なのでこの頂点を挟んで隣り合ってる2つの長方形の面積が等しくなりました。赤い長方形とこの長方形が一緒ですね。で今度はこの長方形を見ると、この長方形は BC コサイン A、 そしてこの長方形も B コサイン A かける C で同じ値なので、ここは青いで残ったこのはみ出したような形の長方形2つなんですけども、ここがマイナス A コサイン B、 高さは C なのでマイナス AC コサイン B、 ちょっとここも同じなんですね。ここの長さが A でここの長さがマイナス C コサイン B なのでマイナス AC コサイン B という面積になります。なのでこの正方形とこの正方形とこの正方形が面積が同じということになります。で、鋭角三角形の時と同じようにこれをイコールで結んでやりたいと。
いうときに A 事乗というのは長方形でいうと赤い長方形から緑を引いた分ですね。赤引く緑、B 事乗というのは赤と青ですね。赤と青で C 事乗というのは青から緑を引いたプラス青から緑を引く。でこの左辺とイコールを左辺と右辺をイコールで結びたいんですけども、まあ赤があってマイナスの緑があっていいんですけど、青2つが右辺に起こると。なのでイコールで結ぶためにプラスやね。青を2つ引いてやると。そうすれば右辺と左辺同じになります。で青は何だったかというと、こっち見てみるんですね。 BC コサイン A、こっちで見ても同じですね。 B コサイン A かける C なので、マイナス2倍の BC コサイン、A、 これで無事イコールで結べました。同じようにして今度は B 事乗でいきましょうか。 B 事乗で A 事乗足す C 事乗、まだイコールじゃないですけどイコールが成立ようにしたいとB は青と赤、 A 事乗っていうのは先ほどやった通り赤引く緑、赤の長方形から緑の長方形を引いた。C 事乗っていうのは青引く緑、でこれで右辺と左辺を見比べてみると、左辺に青赤があって右辺に青が赤があって緑2つが余計に引いてるんですね。なので統合を成立するためには緑2つを足してやらないといけないと。で緑が何だったかっていうとマイナス C コサイン B かける A、こっちで見てもマイナス A コサイン B かける C なのでここに足してあげます。2倍して、マイナスの A かけるマイナス C コサイン B ですね。なのでマイナス AC コサイン B、マイナスを括弧の外出せば B 事乗イコール A 事乗プラス C 事乗マイナス 2AC コサイン B 余弦定理になります。念のために C 事乗もやっておきましょうか。A 事乗の時と同じになるんですけども C 事乗っていうのは青い長方形から緑の長方形を引いたの、青引く緑で B 事乗っていうのは青い長方形と赤い長方形、A 事乗は赤い長方形から緑の長方形を引いた面積、赤から緑で、ここプラスでここはマイナスと。統合を成立させるためには右辺に赤2つの余計なのでそれを引いてやれば統合成立。赤っていうのはこの長方形で見ると B かける A コサイン C、 こっちで言っておくと A かける B コサイン C で、無事、余弦定理、余弦定理の形になりました。こ
こうやって、符号がマイナスになって、鋭角三角形の時は足しすぎたから長方形を引いてあるって形でしたけども、今度は、この長方形っていうのはこの長方形ですね。こっちの長方形とか見ると、赤引く緑なのに赤と青と青と緑、赤と青と青でマイナス緑合ってるんで、その分引きすぎてる分を足してらなきゃいけない、これとかこれとかそうですね、っていうのがちょっとややこしいかと思うんですけども、まあ基本的な考え方は鋭角三角形と同じです。でこの公式を覚えるにあたってわざわざこのやり方を覚えなきゃいけないかっていうと、まあそんなことはないですね。鋭角三角形のやり方を覚えてて余弦定理の公式が正しく覚えられてれば、あとは鈍角三角形になっても成り立つってことさえ覚えてれば、大丈夫だと思います。まあでもややこしい分、練習になると思うんで、一度は自分で、証明してみるのもいいかと思います。では今回は以上です。ありがとうございました。